先日、日本に行ったばっかりのチャーリー・カークさんが昨日、アメリカ時間9月10日に暗殺されたことがかなり大きなニュースになっていると思うんですが、まず最初から改めてチャーリー・カーク氏へご冥福をお祈り申し上げたいと思います。悲しみと本当にすごい怒ってるところがあるんですよね。私だけじゃないですよね。チャーリー・カークさんに会ったことはありませんが、彼の動きを数年前から見てきて、素晴らしい方だなと思って、なぜ素晴らしい方がこういうところで講演中に3000人の前で撃たれなきゃいけないのか。この世の中は一体どうなってるのか。日本に行ったばっかりですよね。Make Japan Great Again 日本人じゃないのに、そのムーブメントにも声を貸した、声を上げたチャーリー・カーク。同じくアメリカの中で愛国心がある、クリストの信者である、正義を持つこと、正しいこと、常識を持っている意外と若い人がこの世の中からいなくなって、非常に悲しい、寂しい、ほぼ言葉がないことなんですが、チャーリーさんが作ったグループって団体はターニングポイント。ターニングポイントは、日本語に訳すると分岐点。分岐点の意味なんです。こういうことが昨日あったからこそ、一つの大きな分岐点に来たと思います。前から来てると思うんですが、気づいてない人、アメリカ人、日本人、ヨーロッパ人、気づいてない人が多いと思うんですが、我々は優しい。我々は、いや、他の人が変なこと言っても許してあげる。意見が違っても、これは言論の自由、言葉の自由だから守ってあげなきゃと思っている人たちは我々なんですよね。普通だと。そんなにはるか昔は全然それ普通だったんだけど、その普通のところが変わってしまったんですよ。その現実を認めなきゃ、我々、私じゃないですよ。我々って言ってることは、同じ考え方、自分の国を守りたい、自分の周りを守りたい、自分の子供を守りたい、言論の自由のある世の中に子供を育ててあげたい。この世の中がいろいろおかしいことが起きてるんじゃないかと。意見が違っても目標が同じだというはずな時代が今となってどうなったのか。チャーリー氏がのターニングポイント、この分岐点ということに関しては、彼は何してきたかと思う、ね、彼の意見が合わない、彼が差別主義者、彼がもうヘイトスピーチをするというふうに言われてるんですが、違います。違う。ヘイトスピーチと言ってる人たちが一番ヘイトスピーチをしている人たちなんだよ。差別主義者、独裁主義者と叫んでる人たちが一番独裁主義者なんだよ。一番もう指さして言ってる人、優しく聞こえるって言ってる人たちが一番悪いですよ。その事実を、その現実、それを認めなきゃ、我々がやられちゃう。殺されなくても、どんどん言いたいこと、言わなきゃいけないこと、言論の自由という、もう言わなきゃいけないことが、今度言ってはいけない。言っちゃうと、逮捕される。どっかに連れてかれるとかっていう。でもトランプがそれやってるんじゃないか。トランプはそれやってません。もう過激リベラルのアホたちのことを今のうちに止めなきゃ、チャーリー・カークのことを昨日、なぜそうなるんだろう。これからもっともっとこういうことがあるんじゃないかって。ターニングポイントの目標。彼が自分の意見との違いを持っている。特に大学生、若い人たちがこの世の中に、アメリカの中にいっぱいいる。からこそ彼が一番もう保守系の人としては行ってはいけない。行くと必ず叩かれるところでイベントを数年前から組むようになったんですよ。最初は数百人程度で、ね、保守系の子供たちに、あなたにも声があるよ。もっとね、声上げなきゃいけないよ。あなたの考え方が全然おかしくないよって普通だよ。どっちかといえばこれは正しい考えで正義持って真実伝えて
やってくださいという応援のメッセージから、いろいろこういう弁論大会的な形になった大きな、外とかステージの上に、数千人程度の、昨日のイベントもそうだったんですが、あなたの意見と私の意見が違うかもしれないんだけど、意見交換交わしましょう。どうぞどうぞ言ってください。こっちも、言わせてください。これは普通じゃないですか。意見が違うんだけど、話すること。意見交換を交わすこと。あなたが思っていることがね、俺は思ってないと。なぜかっていうと、で、説明すること。そのアプローチ。それほど過激とかっていうじゃないアプローチ。こうだよ、ああだよ、こうだ、声上げたこともない。自分の意見をね、彼が言ってることがね、正しくないことがあったかもしれない。俺も彼の聞いてることの中で、っていうところもあったかもしれない。でも、言わなきゃ、自分たちを考えてる違いも、お互いに意見交換交わさなきゃダメなんじゃないですか？ヘイトスピーチ、数年前からヘイトスピーチ言ってはいけない、こうしてはいけない。これが一番いけないことなんですよ。誰が決めるの？言いたいこと、言っていいことと言ってはダメなことなのか？今の政治家？今のエリートたち？今この世の中を壊そうとしているグローバリストたち？チャーリー・カークみたいな方、一番グローバリストから見ると、一番もう日本の独自の文化、アメリカ独自の文化、神様を消したい。汚い奴らから見ると一番邪魔している。せっかく自分たちは洗脳させようとしていた若い人たちは大学生まではちゃんとそう洗脳させて大学に行かしたらもういい感じの過激リベラルとして大人になるような子たちがたった一人の若い大学に行けなかった常識を持っている正義を持って真実を伝えて神様を信じてこの世の中のために交わさなきゃいけない意見をしていたから消されることって大きな分岐点です。これは。この分岐点は我々にあります。私だけじゃないですよ。スティーブはたまたまこのチャンネルがあって、見てくださる方がいっぱいいるかもしれないんだけど、自分はたった一人、わずかの力しかない。日本人じゃない、アメリカ人です。日本大好きなアメリカ人として、日本語でこれ言ってます。遠くから今の日本を見て心配しています。アメリカでこれもう数十年、10年、十何年前からこの状況がどんどん変わってきて、こういう結果になる。安倍首相、なぜ撃たれたんだろう。誰に責任があるんだろう。犯人はまだ捕まってないかもしれないんだけど、責任感ははっきり言えます。マスゴミ、まずは。アメリカと日本のマスゴミに大きな責任がある。なぜかというと、10年前ぐらいからでしょうか。トランプもそうだし、右寄りの人たちもそうだし、違う意見持っている人たちとか、ちょっと常識でも持っていて、ちょっと違うんじゃないかという人たちをどんどん叩いてバカにして、ナチス、過激派、独裁主義者、民主主義の終わりのような言葉を言ってきたのはマスゴミ。事実であることを潰して、右側の人たちから、ちょっとどうなってるのという一般的な常識的な質問をしようとすると、どんどん叩かれる、バカにされる。日本のマスゴミ、アメリカのマスゴミ。それを見てる人たちの中で、ナチスってひどいよね。歴史に詳しくないかもしれないんだけど、ナチスほどはひどい人がいない。この人を消しても、この人いなくてもいいことじゃないかと。昨日の事件が起きた後、すぐに X、インスタなどのところに、笑ってる人、声を上げてる人、おめでたい人、踊ってる人が出てきて、いや、よかった、よかった、ナチスが死んじゃった、こういうヘイトの人がこの世の中から消えてよかったって、おめでたい人がいる。我々、さっきから言ってる我々、同じ常識を持っている人たちがどんなに相手が好きじゃなくても、どんなにバイデン大統領好きじゃなくても、ガンっていうの診断されたら、おめでたい、よかったっていう人一人もいないぞ。人間なんで、家族がいるんで、子供がいるんで、どんなに好きじゃなくても、おめでたいこと、暗殺されることは、今の相手、我々のを見て、今まで許してきた。今まで、いや、
ちょっとね、許さなきゃ、もう自分の意見だからって、そう思ってる我々が今認めなきゃいけない事実、現実はある。これはね、相手と我々の違いが一つ大きくある。これ、グッドとイーブル。相手は悪魔ですよ。悪魔。悪魔がいる。常識のない人たち。顔を見れば今入れちゃうんだけど、その笑ってる人たち見て、みんな同じような目をしてない？同じような顔してない？過激、過激、過激、過激と言いながら一番過激なのは彼らじゃない？日本のデモとかここから見て、同じように、うわーラビってるような人だ。なんでそういう人が多いの？我々許してきたから。もう、この分岐点、チャーリー・カークが亡くなられて、この分岐点は我々にあります。立ち上がって、真実を伝えて、正義を持って、バカなことも許さない。自分の国、自分の文化、自分たちの周りを舐められることを許さない時が来たんだよ、もう。前から来てるんだけど、こういう大きな事件がないと目が覚めない人がいるんですよ。私は1年前にトランプ大統領も暗殺されそうになった時から目が覚めたんです。その前からはあったんだけど、言わなきゃ、声上げなきゃ、この世の中はどうなってるのか。日本、もうアメリカは完全に変わってきている。もうヨーロッパ見てください。ヨーロッパも変わってきた。意見交換とかもしてはいけない。自分の思っていることを言えない。言論の自由というのが消えた。国の文化が消えた。日本も見えてるんですよ。目開きなさい。自分の国、自分の周り、自分の文化。チャーリーはクリスト教だったんですよ。神様の信者。だから嫌われてるところもあったんですよね。アメリカ大好き。アメリカのファーストの主義者だったんです。それは悪いことじゃないです。全然普通のことです。それに反対している人たちが悪いです。はっきり言いましょう。声上げましょう。良くなる前に悪くなることあるかもしれないんだけど、我々はこれで崩れて何も言えない、怖くて照れないっていう時代がもし来たら手上げです。まだ私の周り、アメリカ大好きな人、私の周りに日本大好きな諦める人はいないな。まだ諦めてはダメ。改めてチャーリー・カーク氏にご冥福をお祈り申し上げたいと思います。チャーリー・カークが亡くなられたことで、昨日から頭の中でいろんな考えがあるんだけど、もっと強くならなきゃいけない。もっと声上げなきゃいけない。許してはいけないことも許せない時代になったこと。真実を伝えて、他の人と話をすること。でも注意しながら、相手の中に悪魔がいる。いるから怖いよ。自分の身回り、自分の周りをこの世の中で本当に守らなきゃ、歩いてる時も、どっかに行ってる時も気をつけないといけない時代です。残念ですが、この件も含めて限定ライブをさせていただきます。アメリカの現状などを限定ライブ、表では言えないこといろいろあります。いっぱいあるので、溜まってるので、限定ライブさせていただきます。説明欄にもリンクがあるのと、ここにも QR コードを入れておきますので、登録しないと、無料なんですが、事前に登録していただかないと見れないので、ぜひ付き合ってください。言いたいことは山ほどです。今言っちゃったらこの動画を消されるから。日本で絶対報道されないアメリカの現状など、今の政権、今のアメリカの中の状況、あと最近の大きな事件、これの他にもあることについてぜひ話をさせてください。登録の方をよろしくお願いいたします。そして7月に出版されたもう初の本ですが、今日のトピックは直接書いてないんですが、今日のトピックの裏に何があるのか、なんでこういうの起きたのか、なぜ言論の自由、言葉の自由が必要なのか、大事なのかということについて、これもいろいろ書いてあるので、よろしかったらご注文いただきたいと思うんですが、非常に残念なことになってしまいました。泣いてる人が多いんですが、強くなった人もいると思います。もう許せない人がいっぱい出てきたので、我々
スティーブ的視点のファン、そして常識を持っている、国の愛を持っている人たちは力を合わせて、すぐに日々前進前向きに行くしかないですよね。よろしくお願いいたします。では次回まで失礼いたします。